かぶじいさん。皆さん、こんにちは。かぶじいさんです。はい、今回はね、いつもと少々趣向を変えまして、私が何か感慨深いなーとか、悩ましいよねーとか、そういった思いに至る、そんなお題を取り留めなく、あれこれ話すっていうのもいいのかなと思って、今回チャレンジしてみることにしました。かぶじいさん。ということで、今回はその第1回目。最近ね、すごい悩ましいと同時に、若い頃からね、いろいろと、道具変わってきたなーってつくづく思うものがあって、そのジャンルは明かりですね。キャンプ、ツーリングで使う道具としてのこの照明、明かりについてね、60年、還暦過ぎるまで生きてきて、これほどね、多彩に小さいものから大きいものまで、自分のライフスタイルやツーリングキャンプのスタイルが変わってきたことによって、それから歴史が流れたことによって、道具がどんどん進化していく。で、淘汰される。昔は当たり前だったものが、今じゃもう、そんなもの使えるかっていうようなね、道具っていうのが変化していく、進化していく。淘汰されて新しいものへ移り変わる。それをすごい感じるのが、この照明、キャンプ道具でもう最たる道具の一つ、照明、明かりについてね、ちょっと振り返ってみようかなと思います。かぶじいさん。かぶじいさんがアウトドアで使うために買った最初の照明っていうのが、これなんですよね。これね、エバニューのヘッドライトと、こうやって置いて使える照明なんですよね、これ。そうですね、これ、北海道へのキャンプツーリングに行くために初めて、かぶじいさんが買ったライト。キャンプのためのライトなんですよね。これだけでした。小さいでしょう。今から見ると大きいんですけど、これが頭につける部分ですね。で、こっちが、床に置いたり、なんかどこかに引っ掛けたりする照明で、2つでワンセットなんですね、コードで。で、バッテリーがこの本体に入ってます。こういう感じで、単3電池4本も使いますからね。もちろん電球は当時 LED なんてあります。35年前なんでね。普通の豆電球 1.5V かな。で、これ、4本なんですけど、2本ずつの並列なのかな。だから長持ちするようにっていう趣旨で4本なんですよね。で、こんな感じです。光るとね。で、両方つけることもできるんですよ。こういう風にね。で、ヘッドライトとして、これ頭につけまして、自分が照らしたい方を照らすと。で、これは、なんていうんですかね、全体照明というか、どこかに固定したり、テントにぶら下げたり、ほんとこれだけでね、過ごしてましたね。これなんか迷彩カラーで自分で塗っちゃったんですけど、エバニュー。今じゃこんなのないと思います。で、こうやって置けるしね、便利だなと思って買ったんですよね。はい、これが最初でした。ちなみに、これが25から30代ぐらいの頃、北海道行ってる頃買ったもので、それから、30年経った今、またヘッドライト使うようになったんですね。これ今やもう、100均で売ってる COB っていうんですか、チップオンボードの LED ヘッドライトですね。これ100均で売ってますからね。すごいですよね。それと、最近ちょっとこの100均のライトだけだと、もういまいち暗いなってことで、モンベルの、ヘッドライトですね。明るいんです。で、暗くもできるし、明るくもできるし、フラッシャーにもなる。あと、
もうちょっと暗くしたいときは赤いライトもつけてね。これ1500円だったかな。でもやっぱ安いですよね。このエヴァニューのライトがね、当時いくらだったかっていうのがね、ちょっとネットで調べてみましょう。もちろんもう今じゃ廃盤の製品で、これね、エヴァニューの H3480 っていう商品なんですね。エヴァニュー H3480 ってメイドインジャパン。調べたらね、日立製らしいですね。で、これね、すごいのは、このヘッドライトいらないよっていう時はね、ここ外せるんです。こうやって。そうね、これだけでも使えるっていうね。まあまあ考えられてる。これ胸ポケットにこれでパチャッと刺したりね。こう置いてもいいですし。で、調べたら電球が3ボルトだそうです。で、電池が、単3が、あれオープン。単32本でもつくよって書いてありました。要は3ボルトなんで、つかないやん。ねえ、つくか。つかないやん。おーい。ちょっと違いますね、説明と。これが入るとつくのか？あれ？ついた。あら？なんだ？よくわからないな。ちょっと説明とは違いますね。すいません。ちょっとボケました。まあね、そういうライトですね。当時いくらだったかはわからないんですけど、今ね、ヤフオクとかを見ますと、1500円とかで売ってますね。日本製ヘッドライト、エヴァニュー、日立 H3480。防災、災害、キャンプ、レトロね。まあ確かにレトロですよね。こんなの一つでもね、キャンプやってたんですよね。いや、キャンプはね、やろうと思えばこれで十分なんですよね。そうなの。ただね、だんだん人間が便利なことに慣れてきて、進化してきて、道具もどんどん変わってね、そうすると、ついつい踊らされてね、新しいもんへ移っちゃうんですよね。で、これやっぱ電球なんで、ある時やっぱり寿命が来てね、フィラメントが切れるっていうね、使いたい時使えないっていうこともあるし、そういう意味じゃ今のね、LED ライトは長持ちで経済的かもしれないですね。これがね、株じいさん、25歳ぐらいから30代ぐらいまで使ってたヘッドライトでした。いや、今見るとでっかいですよね。これだもんね。100均のこれが、この大きさですもんね。モンベルもこの大きさ。はい、レトロなヘッドライトでしたね。株じいさん。次がこれなんです。このヘッドライトをだけ持って、25から30の間、北海道に4回ぐらいツーリング行ったんですけど、その時にテントを私持ってなかったんですよね。初めて北海道ツーリング行った時は、なんせ駅の軒下とかね、ライダーハウスとかね、のっぱらでそのまんま、シュラフで寝るってほんと今思うとすごい、そんなこと許された時代なんですよね。寝てまして、そんなにね、照明の必要を感じなかったんですけど、2回目のツーリングの時からテントが欲しくなったんです。いろんなキャンプ場で寝たいなって。あとはね、野営したいなと思って、テントをね、札幌の確かたぬき工事にある登山用品店、有名な登山用品店だったと思うんですけど、そこへ行って何の知識もないままテントを買ってツーリングに行きたいんですよねって店員さんに話したら、そりゃ一人だらね。で、ツーリングってことはキャンプメインというよりはツーリングがメイン、移動する方がメインで、朝早くバイクに乗って走り始めて、で、だーっと長い距離走って、夕方キャンプ地に着いて、もう行き倒れみたいに疲れ果てて、ちゃちゃっとご飯食べたらもうテントで寝るだけ。キャンプっていうよりただ寝るだけのスペースなんで、小さくて寝れればいいっていう趣旨に一番合ってるのが、当時、モンベルのムーンライトワンって今思えばね、ちっちゃいテントを勧められたんですよね。で、このムーンライトテントを買った時に、お店の人に、明かりってどうしてるのお兄さんって言われて、いや、このエヴァニューのヘッドライトだけですよって。ヘッドライトだけじゃムードがないでしょうっ
ってね、今思うと、その登山用品店の思い入れの強い人にね、完全にやられちゃいましたね。やっぱりね、そういう野営をするときは、もっと趣のある、ムードのある、ろうそくのランタンがいいよって言われて買ったのがこれなんですよね。ビッグオークって、これ今調べたら、これメイドインジャパンなんですね。ビッグオークランタン。今を見るとね、1万円前後で中古で売ってんですね。これね、びっくりするな。当時多分これ1000円とか2000円とかだったんじゃないでしょうか。今ね、このランタンはもう廃盤になってまして、1万円とかとんでもない値段で売ってますけど、当時は多分1000円台、2000円台で買えたんじゃないかなと思います。これはね、すごいコンパクトになるんですね。こうやってね。で、カチャッと出すと、展開すると。で、どういうことかっていうとね、ここに、専用のろうそくを入れて、ここで火をつけて、で、カチャッと伸ばして使うんですよね。ちっちゃいんで、確かにいいです。で、閉じてるとガラスが守られるっていうすごい合理的なんですよ。ろうそくを下から入れるんですよね。こうなってまして、わかるかな？ここにろうそくを入れるんですね。で、これがバネの力で、ろうそくが燃焼することによって、ろうそくが消費して減ってっても、このバネの力で、ろうそくを押し上げていくっていうね。今、このモデルは多分配管版なんですけど、同じようなランタンで、今は、ユーコっていうね、アメリカのブランドだと思うんですけど、からキャンドルランタン出てますね。同じようなアルミボディで新品で、今見ますとね、3850円で売ってますね。微妙に違うのは、ビッグオークはね、こうやって蓋がパコッと開けられるんですよね。ユーコはね、ちょっと蓋は開けられないのかな。蓋を開けて、これね、ユーコなんですけど、蓋を開けるのかな。こう開けられないから、パコッと下から外して、ここで火つけてパコってはめるのかな。だね、ユーコのいいとこは、ここにね、物を置けるんですよね。で、ちょっとね、温めるとかね、いうことができるんですけど、この、ビッグオークはね、こう、形状が丸いんで、温めるとかはできる。よくネットで言われてるんだけど、ここにろうそくを挿して使いますでしょ。これがね、風で揺れたり、テントの中で、狭いテントで使ってると、私もムーンライトのテントの中にこれぶら下げてね、使ってたんですけど、ビヨンビヨンって。風で揺れたり、あと頭ぶつけると、燃焼中のろうっていうのは液化してますでしょ、上の方が。それがね、べちゃって垂れて、この中がろうそくだらけになっちゃうっていうね。あとこのガラスもろうそくだらけになっちゃうんで、その手入れがめんどくさいっていうね。人間ってめんどくさがりなんですよね。って思い出あります。でもね、このろうそくの火ってほとんど非実用的なんだけど、でもそれでちゃんとキャンプやれてたんですよね。今思えばね、人間って何でもできちゃうんだなって。で、皆さんもよくネット YouTube で見ますけど、ろうそくのろうが垂れて、この辺がデロデロになって、ガラスもデロデロになるのが嫌だっていうね、贅沢なことをみんなが言い出すんで、今ね、オイル化っていうのが流行りで、中国のサイトで買って、ここにランタン用の灯油かランタン用のオイルがあるんですよね。で、それを入れて、ここで使うと。揺れても、ろうが弾けて、べちょべちょになるっていうことはないんですよ。ただ逆に、最近思うんだけど、液体燃料って、普段も液体だから、こぼれた時のが厄介ですね。拭き取らなきゃいけない。匂いもするし、手につくし、道具もべちゃべちゃになる。ろうそくランタンっていうのは、冷えれば固まるからこぼれるとか、そういう心配がないって。だから、何事もパーフェクトっていうのはないんですよね。実用性はゼロに近い。実際、明かりとしてはなかなか厳しいんだけど、それでできてましたからね、キャンプね。今思えばね、たかだか30年前のことなんだけど、それで僕はやれてたんだよなと思うと。ね、感慨深い。これも感慨深いんですけど、これ、私今最近気に入ってんだけど、これ見た目そっくりでしょ。これね、プリムスガス、岩谷プリムスのガスランプってやつなんですけど、
多分これはもう今売ってないんだけど、パッと見一緒なんですよね。だからこれね、真鍮でできてまして、この真鍮の光沢がね、はい。これ見てください。これ実はね、プリムスガスの製品ですね。察しのつく人はわかると思うんだけど、これガスランタンなんです。まあガスランプって書いてあるし、プリムスだからね。プリムスといえばガス器具のね、古い老舗ブランドです。これもね、実はこうなんですよ。カチャーンって。すごいでしょ。で、やっぱり一緒です。さっきのランタンと。これね、ぶら下げて使うんですよね。ビヨンビヨンって、こうね、吊るして。で、これのね、すごいとこが、これね、ワンタッチでつくんです。ガスを入れますでしょ、そこに。ライターガス入れるんですよ。で、こうやって、はい。こうやってね、つくんですよね。ここをね、ひねる、下のボタンひねると、火力もこうやってバリアブルに調整できるんですよね。ちょっとわかりづらい。こうね、調整することで火力も調整できて、消火もワンタッチ。パチッ。ここにね、スイッチがあって、これがね、火力調整で、これがスイッチ。押して回すと、点火。すごいでしょ。で、消すときこれひねるだけ。押して点火。火を大きくしたいときはこれを回すと、ギューってほら。これじゃやばいから、ちょっと大きいからこうやると、火が小さいと。これも今はね、廃盤だと思います。私今ね、これすごい気に入ってまして、真鍮なんで、磨くとまた元の輝きを取り戻すんですよね。最近これちょっと使うようになりました。昨日実は、キャンプへ行ったんだけど、これと、さっきのモンベルのヘッドライト。ほんと人間ってね、なんだろう。後から道具が欲しくなるんですね。人間って決めつけちゃダメですよね。私はそうだ、道具が欲しくなっちゃうんですね。しかも小さい道具欲しくなる。今はね。でもこの後の変遷を聞くと、自分のライフステージが、こういう個人でのキャンプ、その時はもう一人がもう最低限キャンプ場で過ごせればいいから、こんなね、ささやかなヘッドライトと、こんなちっちゃいね、キャンドルランタンだけで済んでたんだけど、だんだん、それは一人の時代です。で、この後が、ファミリーでのキャンプ時代へ移ってきますね。株じいさん。で、次が、ファミリーでのキャンプをやり始めてからの変遷ですね。かいさん28ぐらいかな。子供できて30代中盤から45ぐらいまでファミリーキャンプ全盛時代が来ました。その頃は、多分同じ年代の頃にキャンプやられてた方ご存知だと思うんですけど、多分日本に大キャンプブーム、第一波が来た頃だと思います。ファミリーキャンプのね、もういろんな道具をキャンプ場に持ち込んでね、なんかもう引っ越ししてんじゃないかぐらい道具を持ち込んだ物量キャンプの時代ですよね。で、いろんな道具買い込んで、いろんな道具をキャンプ場で使うことがすごい楽しい時期なんですね。家族、奥さんと私、子供、男の子2人いたんですけど、いろんな道具あれこれ買ってね、奥さんがいろいろ諭されました。そんな道具買わないでね、家にあるもんでできるでしょってすごい諭されたけど、決めつけちゃいけないのかな。結構男の人、多くの人が、道具から入る立ちじゃないですかね。私はそうなんですよ。決めつけちゃいけませんよね。皆さんがそうとは限らないから。私も道具からね、形から入ってしまってね、ランタンいっぱい買いました。で、最初にファミリーキャンプで使い出したのが、操作がお手軽。で、ワンタッチで使えるってことで、この手のガスランタンですね。こういう CB 缶じゃなくて、OD 缶っていうんですか、こう、ガスボンベを使うタイプのランタンを、これはもうほんとコンパクトな小さいランタンなんですけど、これぐらい大きいサイズのランタンとかね、多分3、4台持ってたんじゃないかな。なんでそんなにね、ランプ持ってくのっていうぐらい、ランタン持ってきたくなっちゃうんですよね。なんなんでしょうね。やっぱりガスランタンのいいとこって、ひねって、すぐ点灯ですもんね、こうやって。で、火力調整、明るさの調整もできるし、ワンタッチでね、いいですよね。で、こういうランタンで、キャンプサイト、ファミリーキャンプのサイトを照らし出す。手元にはこういう小さめの、手元が明るければいいよっていうものと、で、ちょっとサイトの外側には、
大きいタイプのガスランタンを持っていくようにしていました。それがファミリーキャンプの最初の頃ですね。はい。かぶじいさん。当初ね、そういうガスランタン、ガス式のランタン、それを使ってファミリーキャンプやっていたんですけれども、だんだんね、その明るさが物足りなくなってくんですね。今の OD 缶を使うガスランタンは結構明るい、すごい明るいランタンありますよね。このささやかなヘッドライトだとか、実用性ほぼ皆無のロマンダラダラだらけのキャンドルランタンに比べれば全然明るいんだけれども、そうは当時のね、物量、日本がイケイケの高度成長時代には明るさとしてはやっぱね、物足りなさを感じちゃう。そういう人間性っていうか、人間の感性的にもっと明るく、もっとっていうのがね、激しくて、そういう時代なんですよね、日本が。で、物足りなくなって、そうするとね、もう、勢いガソリンランタンに走りました。どれかっていうとこれですね。もう、これはね、コールマンのヴィンテージもののランタンなんですけれども、コールマンのこれ 200A って言うんですけど、ヴィンテージランタン、私が生まれた1959年モデル、誕生日の年のランタンを自分のご褒美に買うっていうのが一時流行り、今でもあるんですけどね。これ刻印がありますでしょ ?59。これ1959年製造モデルなんですけど、未だに現役として使えます。これヴィンテージランタン高くてですね、私これ多分3万円ぐらいで買ったかな。なんでこんなでかいの買うのって言うと、やっぱ一つはね、明るさ。あとね、今度はここから皆さんご存知だと思うんですけども、知らない人のために、これはここからガソリンを入れるんですよね。ホワイトガソリンという専用のガソリンを、ここからジョボ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 っと入れて、で、ガソリンを効かせるために、ここでこうやってね、プシュプシュってポンピングするんですよ。こうやって。そうすると、タンク内が加圧されるんですよ。で、これでバルブをシュッとひねると、気化したガソリンが、このマントルからプシュって出るんですよ。で、コックをひねって着火して明るさをこれで調整するっていうね。この注ぐ、ポンピングする、バルブひねって明るさ調整っていうこの超めんどくさいステップがまた儀式とか言ってね。今思うと超めんどくさいけど、やっぱでもそれがね楽しかったんですよね。着火も面倒ですよ。このハンドル取って、この上のね、大丈夫か？これを取りまして、で、ここから着火するんですよ。ホヤに。本当はこれね、ガラスなんだけど、キャンプ行って割れちゃうことあるでしょ。なんで自分でね、これね、ステンメッシュで作りました。で、このホヤに着火するんですよ。このホヤもね、ガラスを焼いたホヤ、脆いんですよね。衝撃とか加わるとすぐね、パラハラハラハラって壊れちゃう。と、またこれをね、布のホヤをね、ついて、空焼きして使うっていうめんどくさいんだけど、なんせ明るいって、この儀式、いろんな一連の使うための儀式がなんかねキャンプやってる感があって楽しかった時代なんですよね。これはまだそんなにガスランタンよりは明るいとは言ってもそこそこの明るさで、これが2マルトルとかのね、すごい、コールマンのパワーハウスとか2マントルでとんでもない明るさね、のが売ってましたよね。そういうのを使ってた時代がありました。これ、2個とか持ってくんですよ。今私、ちなみにこのヴィンテージランタン3つ持ってます。年代違いでね。もうアホかっていう感じでしょう、今思うとね。当時ね、欲しくなって、ちゃってね、買い揃えたんですよね。そういう物量の時代、ファミリーキャンプ時代でしたね。かぶじいさん。はい、その次ね、ファミリーキャンプにガソリンランタンを導入した流れで、ファミリーでのキャンプを行くのとは別に、家族はいるんだけど、一人でツーリングへも行くことありますよね。その時も、ガソリンランタンの明るさっていうのに、もうやっぱ気持ちが引っ張られて、こういうガス式のランタンや、さっき言ったようなこんなね、実用性皆無のランタンじゃなくて、一人でのキャンプツーリングに持っていけるガソリンランタンが欲しくなっちゃって、小さい。これに比べるとだいぶ小さいでしょ。大きさ見ると明らかに小さい。こういうコンパクトなガソリンランタンも持ってく
くようになりました。これはツーリング用ですね。とは言ってもね、大きいとか重たいんですよね。これはね、最後まで使ってたウルトラライトギアコンパクトランタンコールマン。コールマンにしたらこれはね、ウルトラライトなんです。今ウルトラライトって言ったらもうこんなもん笑っちゃいますでしょ。今言うウルトラライトっていうのは小さいヘッドライト、ミニマムなライトを言うと思うんだ。アメリカのこの物量、大陸の人にとってはこれが当時ウルトラライトなのかな。でも今、アメリカでウルトラライトって言うと逆に本当に超ウルトラライトなそういうものです。だから時代によってウルトラライトって言っても違うのかな。私が一番気に入ってたのはもう今手放しちゃったんですけど、これですね。コールマンのピークワンランタンってね、ちょっと一世を風靡したブラックカラーのね、かっこいいモデルがあったんですよね。で、これもやり方は一緒で、さっきと一緒なんですよね。ここ。蓋開けてガソリンをここからジョボジョボジョボ、これ 500cc も入らないですね。で閉めてここでポンピングをするとシュパシュパシュパってね、これね固まっちゃってもこれシュパシュパシュパってポンピングします。でこれはねさっきの 200A はオンオフコックと火力調整ノブが別だったけど、これはもうワンタッチに変わりましたね。オフからライトパチってワンノブに変わった時期ですね。この時期から 200B っていうワンノブ化だったかなに変わるんですよね。ワンタッチ。でもやっぱ点火は相変わらず古いですよ。ハンドル取って外してここで着火と。これも本当はガラスなんですけど割れると嫌なんで、私はこのステンレスメッシュの自作です。あとね、眩しすぎるって、これが人間ってアホっぽいんだけど、ガラスとかステンメッシュのこの眩しすぎて視界にこのランタンの光が入ると眩しくて手元が見えないっていう本末転倒な状況わかりますかね。あまりにも眩しい光が視界内にあるもんで、眩しすぎて物が見えないっていう変な何なんだっていう状況が発生するんですよ。なのでここに耐熱のガラス繊維を巻いてちょっとね光量を抑える、視界に眩しい光が入らないようにするっていうね、なんかね不思議なことをやってましたよね。最後までこれ手元に置いときました。今はもう全然使ってません。この手のねガソリンランタンって液体燃料使うでしょ。でノズルとかこの燃料のラインが詰まるんですよね。だからたまにメンテしてあげないと使えなくなっちゃうんですよね。あとポンピングするとこにはパッキン使ってます。何回も使えばね、それ1年も2年も3年も使えばパッキンもすり減ってエアーが漏れたりね。そうすると圧力がちゃんとかからなくって火がちゃんと明るく点灯しないとかね、そういうことにもなるっていう手間がかかるね。でもその手間がいいんだよとか言ってね、そういう時代もありました。だからファミリーキャンプでのでっかいガソリンラン、それから一人で行く時のため用のまたちょっと小さいガソリンランタンとかを使ってた時代ですね。でもやがて自分も年を取り、ファミリーもだんだんね、みんなが年を取ってやがて巣立ってファミリーキャンプが行かなくなりましたっていうタイミングが来るんですね。株じいさん。次の時代、ファミリーが巣立ってですね、子供2人が巣立って4人でのキャンプはやらなくなった。行っても自分1人か奥さんと2人でのキャンプするようになった。その頃から徐々にこのガソリンランタンも使うんだけど、もしくはガスランタンも使うんだけど、年を取るとともにやっぱり明るきゃいいんだよっていう時代が過ぎるんですね。なんかやっぱりちょっと趣のある、もうちょっと光に優しさのある、なんでしょう、明るきゃいいっていうね、もうその明るさ命の時代からちょっとロマンの時代へ移るんですね。人間って面白いですね。で、そこへ現れてきたのがこれですね。もうこれ今でも普通に売ってる、皆さんよくご存知のね、フェアハンドのハリケーンランタン276ベビースペシャルっていうんですか。もうハリケーンランタンでは鉄板のモデルなんですけど、当然皆さんご存知と思いますが、これは灯油式のランタンで、ここが燃料タンクになっていると。で、これを開けて、ここから灯油を入れますね。これはガソリンじゃなくて灯油。ガソリン入れるとね、もうこれ大火災になるんで大変なんですよ。灯油を入れると。で、閉めて、ホヤをこうやって開けて、ここにですね、
着火するんですね。で、これで火力調整と。すごいシンプルなんですけど、ハリケーンランタンっていうくらいで、ハリケーンの風でも炎が消えないっていうランタンの実用性はあんまりないんですよね。ただやっぱりムーディーな優しい光を放つ。で、この形がなんともね、ロマンがありますよね。で、静かなんですよね。燃焼音がしない。こっちのコールマンのこのランタンはもう見た目もいかついんですけど、音もすごくって燃焼音がガーってね、ポンピングして加圧したガソリンがマントルから気化して噴射される音、ゴーって音がしてね、そのジェット音じゃないんだけど、それがいいっていう人もいるし、キャンプ場の静けさを楽しんでるのにうるさいって言って嫌だって両方いますよね。そういうランタンに比べて、このハリケーンランタンは音もなく燃えます。キャンドルランタンよりちょっと明るいかなぐらいなんですね、実用性は。ただ、やっぱりこの形のレトロさと、音もなく燃える、ささやかな明かりで、気分的には、なんていうんですかね、盛り上がる。今でいうロマンのある明かりなんですかね。形なんだろうね。私、こういうの使うようになった時期あるんですけど、何気に大きいでしょ。ガスランタンに比べても大きいです。当然ね、さっきお見せしていたようなヘッドライト、こんなのに比べたら全然大きい。そりゃそうですよね。大きすぎる。小さいのが欲しくなっちゃうんですね。で、小さいの仕入れちゃうっていうね。もうやっぱ物に走るんですね。これはね、デイツの50コメットってやつで、やっぱかなり小さいでしょ。これも小さいなりなんだけど、やっぱ形が可愛くて、使い方は一緒です。タンクに灯油入れて火つけると。ここ開けてね、火つけると。ほんと実用性は皆無なんだけど、いいんですよね。これがね、またね、揺らすとね、こういうとこから灯油が漏れちゃってね、灯油って漏れますともうすんごい臭いんですよね。結構大変なことになる。しかもこれ一つでいいはずなのに、こうやってね、同じようなの2台買っちゃうっていうね。ダメですよね。じいさんもやっぱ物欲がすごくて当時ね、これもね、これ全く実は型一緒なんですけど、こっちはね、当時の西ドイツのペトロマックスっていうところのハリケーンランタン。これなんか当時2500円とか3000円以下で買えたのに、これも絶版で、今じゃ1万円以上するんですよ。おかしくないですか？こういう風にね、レトロでクラシックなものをチヤホヤするのはやっぱね、日本独特の、なんかね、ロマンを大切にするのかな。こんな実用性のないものになんでそんなにお金払うのかって結構ね、欧米の人は不思議に思うみたいですよね。それはね、人の勝手ですからね。ただそんなに高い値段でこの実用性あんまりないものにね、お金払う日本人ってね、やっぱね、明るきゃいいっていうもんじゃないんでしょうね。こういうのも併用する時代が来ました。それがやっぱ熟年時代ですね。ちょっと言い忘れたんで、ついでで言いますとね、このハリケーンランタンって面白くって、いろいろとね、遊び心くすと DIY。ここから熱が出ますでしょ。でね、それをね、無駄なく使うっていうことで、これね、キャンベルのトマトスープ缶を使い終わった後自分で加工したんだけど、こうやってね、ここに被せるでしょ。ここが熱が出るんですよ。ここにね、シェラカップとか置いてコーヒーをね、温めておくっていうね、ことも使えてね、一石二鳥だっていうね、楽しいですよ。こんなのね、もう飲み終わったスープ缶ですから、ほんとこれね、便利。いいです。チンチンに熱くしたくない。ただ温めときたい時に使う。でね、これね、プロダクトもの、製品として売ってます。こういうものね。実は昔からこれやってたんですよ。真似したんじゃなくてやってたんだけど、今見ると売ってるんですよね。こういうのね。ウォーマーとか言ってね。もともと、このデイツからはね、コーヒーを温めるための、作りになった、ここがね、作りになったウォーマー。飲み物を温めとくっていうランタンもね、売ってますね。はい。いろいろね、そういった楽しみもあるハリケーンランタンでしたね。かぶじいさん。その次ですね、家内と2人でキャンプをするとか、1人でのキャンプへ行く、その車でキャンプへ行く時代が終わって、いよいよ株を買って一人でキャンプへ行くようなシーンですね。そういう時の明かりっていうのが、だからここ、
私が株に触れてキャンプするようになってから3年目なんですけど、ちょうどそのタイミング、まさに今日本は大キャンプブームが来て、ちょっと衰退してきてるとも言われてますけど、だいぶ円熟してきた時期ですよね、キャンプ道具も。あと電化、LED 化が極端に進んできたと。そのタイミングで G さんもね、だいぶ道具が変わってきましたね。一つはね、ハリケーンランタン、こういうのを使ってたんだけど、さらに小さいハリケーンランタン。これね、中華製のちっちゃいんだけど、これ見てください。こんなちっちゃいハリケーン。このさ、小さいでしょ。やっぱりね、できるだけ小さいものを使いたくなる。バイクだから、ちっちゃい方がいいし、軽い方がいいし、ちっちゃいものを求めるようになって、こういうのを使い始めました。あとは、この手のね、これフォレストキャンドルランタンって、ここ T キャンドル入れるんですけど、これはまあ、オイル化するためのボトルを入れて使ってますけど、こんなちっちゃいね、ランタン。これも実用性はほんと皆無です。ほんと、ただ、ろうそくの光に癒されるっていうね、それだけのためにも、さっきのここでも話しましたけど、ろうそくを使ってると、これが揺れたりぶつけたりすると、べちゃってろうが垂れて、嫌なんでオイル化しました。でも、オイル化したおかげで、目的地に行くまで帰ってくるとき、オイルを抜いとかないと、これがオイルがこぼれてべちゃべちゃになるっていうね、本末転倒なね、話になります。やっぱこんだけ小さいものなので、これだってコンパクトになりますけど、やっぱりさらに小さいですよね。こんなの。これは、もっと安いやつなんだけど、各売りのキャンドル。本当はね、この上だけで売ってるんですけど、ここに T キャンドル入れるんですけど、これもオイル化してありますが、これ下が狭まってて安定感がないんで、これね、100均でプリンのアルミ用の容器、プリンを作るときにアルミ容器をね、買ってきて、色塗っただけですけど、安定を増すためにこうします。これもね、もう実用性皆無ですけど、やっぱ、ろうそくの光って癒されちゃうんですよね。人間って変なもんで。ろうそくなんだけど、明るいがやっぱもうちょっと明るいのがいいって言って、こんなのね、買っちゃって、これ、ゆうこのキャンドリアっていうのかな、ゆうきょのキャンドリア。これね、ろうそくランタン、このろうそくランタンのろうそくを3つ使うっていう、笑っちゃうような仕様なんです。この反射板は自分で作りました。で、これはね、ここのプレートが、やっぱりろうそくの炎で熱せられるんで、お湯が沸かせられるっていうね、話なんですけど、実際お湯沸かないね。沸騰はしない。ここにシェラカップを置いてお湯を沸かそうとすると、プクプクプクってね、泡は立つけど、ボコボコには沸騰しない。ちょっと温まるぐらい。でね、やっぱろうそくの光だから3つじゃたかが知れてんですよね。その割にこの大きさでしょ。これね、欲しくてたまらなくて買ったんだけど、実用性ほぼない。それはこれよりは明るいんだけど、正直あんまり変わらない。それなのにこんなに大きいんじゃ持ってかないですよね。これはね、ちょっと騙されたなぁと思いました。ただこれ意外と高くって、ちょっとね、今手放せない。なんかね、じいさん思うんだけど、この道具使わないやって手放した直後にやっぱりあれ良かったなぁとかって思っちゃうんですよね。で、これは今ね、ちょっと手放さないでいるゆうこのキャンドリア。で、この手のものと、最近は、さっきちょっと冒頭で紹介したこのガスランプの手軽なランタン。このね、光はろうそくと同じだから、ほぼ。実用性はそんなないです。ただ見た目の癒し、ろうそくの炎の癒しとこの真鍮製なので、経年変化で風合いが出るんですよね。で、また磨けばピッカピカになります、こういう。その良さで、最近またこれね、見直して使ってます。ガスなんで、またここからね、チャージすればいいですしね、便利ですね。ただこれちょっとね、重量がある。そして、やはり今も時の流れなんで、LED ライトですね。これはね、1916年ぐらいにモンベルで買ったバイオライト。LED ライトの走りだないかな。これ光るんですけど、今流ですよね。USB で充電して、しかもこれがモバイルバッテリーになる。
USB を出力できますよっていうと、充電式ですね。で、どんだけチャージされてるかっていうのが、ここの光の点滅でわかるんですね。時代の流れを感じますよね。こう充電式のライト、私も使うようになりました。これね、赤いライトにもなくて、ちょっと光を抑えたいときは赤いライトにもなるよっていうね。で、バッテリー残量もここでわかるというものですね。で、これをサイトの全体照明として使います。上から照らすような感じですね。で、ヘッドライトは100均でいいわっつってこれ使ってたんだけど、 COB ライトって割と広くまんべんなく照らすライトなんですよね、これはね。で、それと、やっぱりそれじゃ暗いわっつって、モンベルで、これアウトレットで、1500円ぐらいで買ったかな。このライトね。これすっごい明るくて、あと、この赤いライトでね、赤いライトでもこういう感じでね、ちょっとわかるかな、赤いライトね。そんなに明るく照らしたくないとき、暗所をね、照らすかってます。そんなでね、照明の変遷ですね。結局、思うんだけど、20代から30代の頃、このね、今じゃ笑っちゃうようなクラシックなね、ヘッドライト、それから、このキャンドルランタンでスタートしてキャンプをやってたんだけど、回り回ってね、今じゃあまたこんなちっちゃなね、ランタン、こんなのを使ってね。で、あとはやっぱ文明の利器、LED ライトも使うようになったっていうね。かぶじいさんの20代から今64歳になるまでのね、キャンプ、ツーリングで使うライトの変遷でした。結局、出だしに戻ったってことですかね。ただ、そうか。電球だったのが LED 化されて、で、コンパクトになったってことなのかな。あと、充電もできるようになっちゃったっていうね。で、今はLED の照明でもすごい爆明るいライトも売ってますよね。ルーメナとかね。あそこまでの明かりはいらないと思うんだけど、ただかぶじいさんがちょっと思うのは、キャンプの動画を撮影するとき、やっぱ明るくないと綺麗な映像が撮れないんで、ちょっと明るい、もうちょっと明るいライト欲しいなっていうのが、今の本音。そんなに物買ってもね、どうなんだよ、たかだかじいさんのね、キャンプの動画にそんなにお金かけてもね、たかが知れてるしな。ちょっと今ね、1万円近くするそのルーメナーとか、爆光の LED ランプを買うことはちょっと今ね、足踏みっていうか、ちょっと、決めかねてる。そんなかぶじいさんですね。はい。もう20代から還暦過ぎた64に至るまでの、キャンプで使うランプの変遷を見てきました。拙い喋り、お付き合いいただいてありがとうございました。かぶじいさん。そんなにね、道具買ってどうするよってね、奥さんにも散々言われて、もうね、今になってつくづく思いますね、奥さんの言葉の重みが。若い頃ね、買いまくってね、今じゃもうほとんど使ってないわけですからね。自分で言うのもなんだけど、なんでそんなに道具買うのって。ほんとね、奥さんの言う通り、あるもんで済ましときゃよかったんです。はい、ここから次回の予告編です。はい、5月のゴールデンウィークに入りましてね、ポカポカの陽気で久しぶりにキャンプへ行ってきました。久しぶりすぎてしくじりオンパレードやらかしまくりました。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価にコメント、どうぞよろしくお願いします。